始めたのが1888年、明治27年の頃に鍛冶屋を始めたらしい。鍛冶屋としては4代。分業というのはそもそもね、鍛冶屋さんとそれを刃をつける刃付け屋さんとコンダクターみたいな問屋とそれぞれの専門分野で切磋琢磨しようじゃないかと。最後上がった時に自分で上げた包丁を見た時の達成感やったりとかっていうのを見るとやっぱり頑張るぞってなりますね。いらっしゃいませ。株式会社山脇刃物製作所という会社のですね代表取締役をしております山脇義信と申します。うちの会社はだいたいあと2年ぐらいで100年になりますかね。分業というのはそもそもね、鍛冶屋さんとそれを刃をつける刃付け屋さんとそれとあと一部を担うコンダクターみたいな問屋とこの3軒の分業なんですね。で今この工程図を見ていただいたら分かりますように、ここからここまでが鍛冶屋さんの仕事。それぞれの分業しておるのは一人で作るより技術が進化するということです。始めたのが1888年っていうから、明治27年の頃に鍛冶屋を始めたらしい。でその以前もなんかやってたみたいけども、それは記録が残ってない。だから鍛冶屋としては4代。ひいじいさんは包丁だけで、じいさんの頃から刀もやり始めて、じいさんと父とわしは刀の免許を持ってる。よその産地は鍛冶屋が全部するよ。鍛冶やって研ぎやって絵つけて完成で鍛冶屋。堺は鍛冶屋はこの状態までしか作れへんから。これで完成ないから。完全分業にした方が質のええのが大量にできたら。高校出てすぐやから34年ぐらいでもまだまだやなって言われるからね。火事場っていうのは神道神社の方でいうとこの神域な神職神主とかと同じここの中で作業してる限りは。黒い皮を落とすんやけどね。これが肩ね。見えるかな。うっすら線があるでしょ。これに合わせて切ると。
今やるの腹叩き言って一番表面をきれいにする最初。今やったのはすり回しって言って周りを整える仕上げで、この後焼き入れになります。はい、すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。失礼します。今の問屋さんの山木さん。うちの工程はここまで。今からやっぱ G 上がってきた時にちょっと曲がってるんで、それをある程度まっすぐにしてから手に入れ削っていく作業しますね。まず最初に鍛冶屋さんから、包丁の G という状態で持ってこられて、で包丁本体を研いで、磨いてきれいにさせる作業が僕らの仕事で、その後に絵付けやったり目切りっていう他の職人さんの仕事があります。ある程度今はこういう感じで、はい。両方から研いでも若干こっち側にこう曲がったりとかこう曲がったりとかあるんですよ。だから研いだ後に何回かここのが今やっぱ向こうの砥石だと粗いんで、それをこの目をきれいに整える的な。中学校ぐらいの時に料理が趣味で、その時に料理からちょっと研ぎやったりとか魚おろしたりとかっていうのがきっかけでちょっとずつ包丁触っていって、で高校卒業する時にうちの会社の YouTube 見て、それで一回チャレンジしてみたいなみたいな。今で4年目ですね。やってる時はみたいな、難しいみたいな思ってる時もあるんですけど、やっぱ最後上がった時に自分で上げた包丁を見た時の達成感やったりとかっていうのを見るとやっぱり頑張るぞってなりますね。
ヘレさん、はい、じゃあこれお願いします。了解です。はい。僕の場合は、これと、あとはもう見てもらう目切り。前から包丁は好きだったんですよ。美容師から始まったんですけど、辞めて工場に行って、でそこから姉がここの会社のテレビで映ってたんで、それでちょっと興味を持って応募したって形ですね。やっぱりその目切りに関してはやっぱりできることが楽しいですね。ちょっとずつできていってるのが地になっていってる形が好きで、絵付けに関してはまあ綺麗に過ぎれたらやっぱり楽しいですし。カメちょっと別の鍛冶屋さんと同じ刃付け屋さん、あるいは、同じ鍛冶屋さんでも別の刃付け屋さん、全部包丁の味が違ってくるんです。食べ物でもそうだと思うんだけれど、同じラーメンのですね、素材でもですね、調味料をどれほど入れるか、どれほど煮炊きするかによって変わってくるようにですね、包丁もそうなんですよ。そういう意味では包丁も生きているというようなことは言えますかね。